15世紀初頭のフランス、100年戦争の最中、国王シャルル6世の精神錯乱という異常事態が王権の空洞を生み出し、宮廷は深刻な権力闘争の舞台と化していた。その中で一人の女性が次第に政治の中心へと押し出されていく。彼女の名はイザボード・バビエール。神聖ローマ帝国の名門ビッテルスバス墓からフランス王妃として嫁いできたこの違法の王妃は、当初は政争の傍観者であったが、やがて摂政的な役割を担い、王国の命運を左右する決断の数々に関わることとなる。だがその歩みは、同時代の貴族や聖職者、民衆、さらには後世の士たちから激しい批判と悪評にさらされてきた。隠遁、売国、浪費といったイメージは長年彼女の実像を覆い隠してきた。しかし近年の研究が明らかにしつつあるのは、派閥政治とプロパガンダの中で歪められた王妃像の実態である。ではイザボーは果たして裏切りの王妃だったのか、それとも王権の危機を支えた制度の調整者だったのか。このシリーズではイザボーの生涯を通じて王権の構造、制度の空白、そして歴史的評価の揺らぎを読み解いていく。今後も人物史を通じて歴史の真相に迫る試みを継続するため、チャンネル登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、王妃イザボーの戴冠、フランス宮廷への登場。1385年、パリのノートルダム大聖堂。王シャルル6世と結婚したばかりのイザボード・バビエールが正式にフランス王妃として戴冠される場面は華やかで壮麗な儀礼で飾られた。だがその儀式の背後には、フランス王権の不安定さと国際政治の微妙な駆け引きが隠されていた。イザボーの登場は単なる若き王妃の誕生ではなく、フランス宮廷の政治地図を書き換える契機となった。当時のフランスは内政の安定と対イングランド戦争の継続という二重の課題を抱えていた。バロア朝の王族たちは王権をめぐる影響力争いを繰り広げ、宮廷には常に派閥対立の影が差していた。こうした状況の中で王妃選定は重大な政治決定であり、国内貴族出身ではなく国外から皇妃を迎えることは派閥の均衡を保つ戦略的措置だった。イザボーはバイエルン・インゴルシュタット公シュテファン3世の娘であり、神聖ローマ皇帝ルートヴィヒ4世の曽孫という血統を持つ名門ビッテルスバスハ家の一員であった。この婚姻によってフランス王室は神聖ローマ帝国との連携を深めると同時に、ドイツ諸侯の中でも比較的穏健な立場にあるバイエルン家を味方につけることができた。国際的な緊張の中でイングランドとの戦争継続を見据えた安全保障の布石としての意味を持っていた点も見逃せない。実際にこの結婚はフランス王権の安定と外交的均衡を目的としたものであり、イザボー個人の資質というよりも制度的に最適な選択として実現されたものだった。イザボーの戴冠式は政治的メッセージを強く含んだ国家的儀礼であった。王妃としての正当性を国民に示すと同時に、異国出身の王妃に対する不信感を払拭するため、豪奢な衣装や儀礼、祝祭行事が挙行された。パリ市民は王妃の美貌や衣装に熱狂しつつも、莫大な儀礼費用に対する批判的な声も上げていた。これはフランス都市社会における王権への視線が感情と財政の両面から構成されていたことを示している。制度的にはこの戴冠は単なる象徴ではない。中世フランスでは王妃は王の配偶者であると同時に政治的補完者としての位置づけを持っていた。特に国王が戦争や遠征で不在となる場合、王妃は摂政的役割を担うことがあり、そのためには正式な戴冠が不可欠だった。イザボーの戴冠は将来の代行者としての地位を制度的に保障する意味を持っていたのである。同時代の貴族や宗教界はイザボーをおおむね好意的に迎えていた。彼女の教養と礼節、そしてバイエルン宮廷で培った君主制文化への適応力は評価され、当初の政治的立場は比較的安定していた。しかし異国出身という事実は派閥間の対立が激化するにつれて距離感として意識されるようになり、後年のプロパガンダにおいてはフランスの敵に加担する王妃という文脈で歪められていくことになる。現代の研究ではイザボーの初期の王妃活動は政治的に抑制的であり、むしろ宮廷儀礼とこの出産を通じて王家の安定に貢献していたとされる。
彼女の行動が政治的に大きな注目を集めるのは、シャルル6世の発病と政務不能が明確になった以後のことであり、この時点では制度に忠実な王妃像が彼女の基盤であった。だがその制度はやがて崩れ始める。辞書ではシャルル6世の精神錯乱と王権の空白が王妃をいかに政治の中枢へと押し上げていったのかを検討する。第2章、王の病と摂政の空白、イザボーの政治的浮上。1392年、ブルターニュ遠征中の国王シャルル6世が突如として錯乱状態に陥り、自軍の部下を剣で襲撃するという衝撃的事件が発生した。後にルマンクの森の狂気と呼ばれるこの出来事は、王の統治不能を明示的に突きつけるものであり、フランス王権にとって制度的な危機を意味していた。この事件を機に、イザボード・バビエールの政治的立場は一変する。王妃は儀礼的存在から制度の隙間を埋める政治的当事者へと移行していくことになる。シャルル6世の発症は一過性ではなく、以後数十年にわたり錯乱と回復を繰り返す慢性化した状態が続いた。その原因については、近親婚による遺伝的要因、若年からの過労、宗教的強迫観念、さらには鉛中毒説などが唱えられているが、現代医学に照らしても特定は困難である。ただし重要なのは、これにより国王が断続的に政務を放棄せざるを得なくなったという事実であり、政治の空白を誰が埋めるのかという問いが王国全体を揺るがす問題となった点にある。中世フランスにおいて国王の摂政を務める制度は明確には整備されていなかった。未成年王の即位時には親族の諸侯や王妃が後見役として統治を代行する慣習があったが、成人国王の一時的統治不能に対しては明文化された対応がなかった。この制度的空白の中で王族内部の主導権争いが激化していく。シャルル6世の弟オルレアン公類、そして叔父のブルゴーニュ公フィリップ2世はいずれも国政の代行者としての地位を求め、対立を深めていった。この対立の中にあって王妃イザボーの役割が急浮上する。王の正式な配偶者として王妃が王権を象徴し得る存在であったこと、そしてまだ幼い王子たちの母として王家の継承を保障する存在だったことから、イザボーは自然と調停者、代行者としての立場を求められた。1393年にはすでに枢密会議に出席し、王の印象を管理し、命令書に王妃の名で署名する例が確認されている。当時のフランス社会では、女性が政治権力を直接行使することには制度的、宗教的な制約があった。だが同時に、王妃は王権の管理者という例外的な役割を認められうる存在でもあった。イザボーはまさにこの例外の枠組みにおいて、王の代弁者として動くことで、自らの政治的影響力を拡大していった。しかし、この動きには当然ながら異論もあった。オルレアン公やブルゴーニュ公のような血族の大貴族たちは、王妃の権限行使を快く思わず、しばしば彼女を政争に介入するべきでない外国人王妃と非難した。一方、都市民や聖職者の中には、イザボーが秩序の維持に努めていることを評価する声も存在した。すなわち、王妃に対する評価は、階層や政治的立場によって大きく分かれていた。現代史学においては、1390年代から1400年代初頭にかけてのイザボーの行動が再評価されつつある。従来の通説では、彼女の政治的台頭は利権の追求と派閥関与によるものとされてきたが、近年の研究では、王権維持のための制度的対応として、王妃の役割が不可欠だったという視点が重視されている。特に、彼女がいかに両派の間で中立性を保とうと努めたか、その文書記録から読み取れる交渉姿勢が注目されている。このようにして、王の病という突発的な事態が、制度的空白をあらわにし、そこに王妃という存在が自然と入り込んでいくという構造が現れた。イザボーはこの時期、まだ王権の代弁者としての立場にとどまっていたが、次第に派閥構想の中心に巻き込まれていくことになる。第3章、派閥構想の激化、オルレアン派とブルゴーニュ派の狭間で、1407年11月23日、フランス宮廷を揺るがす事件が起きた。オルレアン公類、すなわち国王シャルル6世の実弟が、パリ市内の路上で襲撃され、命を落としたのである。この暗殺事件は、すぐにブルゴーニュ公ジャン一世による指示であったことが明らかとなり、
王宮内の対立はもはや調停不能な深刻な分裂へと転じた。この瞬間からアルマニャック派とブルゴーニュ派の対立は事実上の内戦状態へと移行し、イザボード・バビエールはその2派の狭間で危機的な選択を迫られることになる。この暗殺事件の背景には摂政の座をめぐる政治的争いがあった。オルレアン公類は精神錯乱に陥った兄に代わって政務を取り、事実上の最小の地位を占めていた。その一方でジャン一世は豊かなフランドル経済を背景に強い軍事力と都市支持を持ち、自らも改革派として政務参加を要求していた。両者の対立は年々激化し、財政、軍事、宮廷人事、さらには王子たちの教育方針にまで及ぶようになっていた。ルイの死後、彼の義理の息子であるアルマニャック伯ベルナール7世が派閥の後継者となり、ジャン一世との対立は武力を伴う抗争へと発展する。一方でイザボーはこの事態の調停に乗り出すも、どちらの派からも信用ならぬ存在として扱われるようになっていく。とりわけブルゴーニュ派の一部からは王妃がオルレアン派と通じていたという疑念が広まり、イザボーに対するプロパガンダが急増した。当時の都市民の感情は複雑であった。パリ市民の多くは重税と軍事動員への不満から改革派を名乗るブルゴーニュ派に共感を寄せており、ジャン一世の公然とした暗殺を正当化する風潮さえあった。他方、アルマニャック派は貴族、官僚、学者層を味方につけており、国家の秩序回復を掲げて勢力を伸ばしていった。このような都市対貴族という構図も派閥構想をさらに複雑化させた。制度面ではこの時期フランス王権の正当性が深刻に揺らいでいた。国王は事実上政務不能であり、摂政機構の制度的裏付けも不十分な中で、王妃が枢密印の管理や財政命令の発出を通じて中枢機能を代行する状態が続いていた。だが王妃の行動には明文化された法的根拠が乏しく、法廷や評議会でもたびたび問題視された。彼女の政治行動は制度の空白を埋める一時的措置に過ぎなかったにもかかわらず、それは常に権力欲、私的利益といった視点で批判された。この時期、イザボーに対する同時大臣の評価は両極化する。ブルゴーニュ派の文書では陰謀好きの王妃フランスの悪役といった表現が用いられ、王妃の政治関与がフランスの分裂を招いたとされている。一方でアルマニャック派や王族の一部は、イザボーの存在がかろうじて王権の威信を保ち、王子たちの正当性を支えていると評価した。王妃の役割は制度的、象徴的両面において極めて重い意味を持ち始めていたのである。現代の研究ではこの派閥構想期のイザボーに対してより構造的な評価がなされている。単に一派に組みする存在としてではなく、制度の不備の中で王権をつなぎ止める役目を果たしていたという見方が広がっている。王妃は夫に代わって国王印の管理と政令署名を行い、宮廷儀礼と外交儀式を継続させた。この機能こそが分裂しかけた王権の継続性を担保する最後の要素であったとする見解もある。だがそれでも王妃が2派のいずれとも強調しきれなかった事実が示すように、彼女は制度の調停者であると同時に政治的孤立者でもあった。王の病、派閥の対立、制度の不備、その全てがイザボーに選択の余地を与えなかった。フランス王国はこの構造的矛盾の果てにさらなる危機を迎えることになる。第4章、アジャンクールとイングランドの介入。分裂国家の中で揺れる王妃。1415年10月25日、北フランスのアジャンクールにて、フランス軍はイングランド王ヘンリー5世率いる遠征軍に惨敗を喫した。重装歩兵に依存したフランス軍が機動力に優れたイングランド軍の長球隊とぬかるんだ戦場に翻弄されたこの戦いは、単なる軍事的敗北にとどまらず、王国の制度と統治構造に深刻な打撃を与える分水嶺となった。王政は一層の機能不全に陥り、国土は実質的に散分され、イザボード・バビエールの立場もまた新たな政治地形の中で揺らぎ始める。アジャンクールの敗北によってアルマニャック派主導の政府は責任を問われ、ブルゴーニュ派の復権が始まる。だがこの時点でジャン一世はまだ慎重な姿勢を保ち、直接的な王権奪取には動かなかった。一方、イングランドのヘンリー5世はこの混乱に乗じてフランス王位の請求権を強硬に主張し始め、
政治的な圧力を外交、軍事の両面から強化していった。フランス王権は国内の二重政府状態と外敵の干渉という制度的に最も脆弱な局面を迎えることになる。こうした中で王妃イザボーの動きは再び注目の的となる。彼女はかねてより和平を模索していたが、アルマニャック派の強硬論に押されて公的には中立を装っていた。アジャンクール以後、アルマニャック派内部でも亀裂が生じると、イザボーは次第にブルゴーニュ派との再接近を図る。彼女の目的は王子シャルル、後のシャルル7世をイングランドとの和平交渉の主軸としつつ、王国の再統一を実現することにあった。1417年、イングランド軍がノルマンディーを制圧し、カーンやルーアンなどの主要都市が陥落する中で、王妃の存在は外交カードとしてますます重要性を帯びる。王妃の同意がなければ、王子の正当性も国王の政令も機能しないという制度的構造が、彼女に戦略的な価値を与えていた。事実、1418年のパリ政変でアルマニャック派がパリから追放された後、イザボーはジャン一世と協力し、パリでの臨時政権樹立に関与したと考えられている。この動きに対して、王子シャルル、後のシャルル7世はオルレアン地方に拠点を移し、自らを王国の守護者と称して独自の権力基盤を築き始める。母イザボーとの断絶はここから始まり、後の親子断絶神話や王妃裏切り説の温床となる。民衆の間でも王妃がイングランドと通じているという風聞が流れ、彼女への信頼は著しく低下していく。制度上、この直派三重王政とも呼ぶべき状態であった。王シャルル6世は名目的には在位を保ちつつ政務不能。王子シャルルは独自政府を展開。イザボーとブルゴーニュ派はパリで政務を代行し、イングランドはトロワ条約締結に向けて圧力を強める。王権の一元化が失われる中、王妃はその立場を利用しながらも、常に誰からも信用ならぬ存在として見られるという皮肉な状況に置かれた。現代の歴史学は、この時期のイザボーを反乱者としてではなく、制度なき国家の調整者として再評価する傾向にある。和平路線への転換は、息子との対立を生みながらも、長期的には王国再建につながる一歩であったとする見方がある。特に、彼女が王の署名権と印象管理を引き続き保持していたことが、王権の形式的継続を保証していた点は重視されている。だがその代償は大きかった。国王の妻、王子の母、宮廷の主婦、そして事実上の外交代表、これらを同時に担わされた王妃の立場は、最終的にはどこにも帰属する場を失い、孤立へと向かっていく。第5章トロワ条約と裏切りの王妃王党を揺るがす決断。1420年5月21日、フランス王シャルル6世、イングランド王ヘンリー5世、そして王妃イザボード・バビエールの3者によってトロワ条約が調印された。これはフランス王国の継承権をシャルル6世の実子シャルル後のシャルル7世ではなく、イングランド王ヘンリー5世に移譲するという衝撃的な内容を含んでいた。さらに条約はヘンリー5世とイザボーの娘カトリーヌの結婚を定め、両王国の合同を目指す枠組みとして構想されていた。これにより王妃は歴史上稀に見る自らのこの王位継承を否定した王妃として長期にわたり裏切り者の烙印を押されることになる。この条約が結ばれる背景には複雑な政治的、軍事的現実があった。アジャンクール以降、イングランド軍はノルマンディーの大半を制圧し、パリを脅かす位置に進出していた。一方、フランス国内は王子シャルル派アルマニャック残党とブルゴーニュ派が対立し、王とパリではブルゴーニュ・イザボー連合が統治を担っていた。イザボーにとって継続的な内戦と無限に続く軍事的劣勢の中で、和平の必要性は疑いようのない現実であった。条約の制度的意義は王位継承という最も根本的な国家原理を揺るがすものであった。中世ヨーロッパにおける王位は血統によって正当性が保障されていたが、トロワ条約はこれを政治的取引の対象とした。国王の意思、王妃の署名、諸公の同意によって王子シャルルの継承権は否認された。だが王太子排除の根拠として提示されたのは反逆者としての非行であり、これは法的にも曖昧なものであった。この決定に対しシャルル派は直ちに反発。彼を支持する南部諸州と教会勢力はトロワ条約を違法と断じ、
王妃を関心にして売国の都と非難した。都市の民衆の間でもイザボーへの敵意は高まり、風刺詩や壁の落書きにおいてイングランド王に娘を売ったジョ・フランスを裏切った母といった表現が横行した。条約直後の王妃はパリにおいてすら外出を控えるようになったとされる。関係者の中でも評価は二極化した。ブルゴーニュ派はトロワ条約を王国安定への唯一の道と称賛し、イザボーの政治的決断力を高く評価した。イングランド宮廷では彼女が和平への道を開いた最大の功労者とみなされ、当初は剣王妃ワイズクイーンと記された記録も残る。一方でアルマニャック派やアビニョン系の教皇庁は王妃の署名に法的効力はなく、正統王はあくまでシャルルであると主張し続けた。現代の研究においてもこの条約をめぐる評価は分かれる。一方では国家主権を戦争継続と王党存続のどちらにかけるかという究極の選択の中で、イザボーが和平と秩序の回復を選んだ現実主義者であったとする見解がある。他方、制度的手続きの欠如と王子排除の曖昧さから彼女の決断が国家分裂を深刻化させたとする批判的立場も依然として強い。注目すべきはイザボーがこの条約において交渉者ではなく共同署名者として明確に名を連ねている点である。彼女は文書上の責任を逃れず自らの政治的立場を明示した。これは中世後期の王妃像としては異例の主導性であり、彼女の政治的自覚の深さを物語っている。にもかかわらず、その責任の重さゆえに彼女の名は売国の記号として固定されていった。トロワ条約は直後にヘンリー5世が戦死し、続いてシャルル6世も没することで空分化するが、それでもなお王妃が王国を手放したという記憶は消えなかった。そしてこの条約こそがイザボーの歴史的評価を最も大きく二分する起点となったのである。第6章、王妃の予番と忘却、権力の外で何を残したか。1422年、フランス王シャルル6世が死去し、トロワ条約によりイングランド王ヘンリー5世の子ヘンリー6世がフランス王として擁立される一方で、実際には王子シャルル、後のシャルル7世が南フランスで独自に即位を宣言した。フランス王権は名目的にも事実上も分裂し、王妃イザボード・バビエールは長く続いた政治の前線から静かに退くこととなった。以降、彼女の活動は記録上からも次第に姿を消していく。イザボーはシャルル7世の即位以降、王太后としての正式な地位を持ちながらも実子である王子と断絶した関係にあった。彼女は引き続きパリに滞在し、ブルゴーニュ派とイングランドの共同政権における象徴的存在として存命していたが、政治的発言力は著しく低下していた。晩年はセーヌ川沿いの山トゥアンにある館に移り、病と孤独の中で余生を送ったと伝えられている。この体調は王妃の制度的な位置づけが王の生存に強く依存していたことを示している。シャルル6世の死により王妃としての機能は失われ、イザボー自身の政治的根拠もまた消滅した。王太后としての影響力を行使するためには息子との協力関係が不可欠だったが、シャルル7世との不和はそれを不可能にしていた。王妃として制度を代行した存在が制度の崩壊とともに政治の周辺へと追いやられていったのである。この時期、フランス国内ではイザボーへの批判が再燃していた。トロワ条約における裏切りの記憶は根強く、彼女を王国の母ではなく国族の象徴として語る言説が強まっていた。記録に残る風刺や詩の多くは彼女を悪徳の化身として描き、特に女性であること、外国人であること、母でありながらこの継承を否定したことへの批判が集中している。これは当時のジェンダー感、国家観が強く反映された政治的レトリックでもあった。制度的には王妃の政治関与が例外として容認されてきた中世王政の限界もここに現れている。イザボーのように政治的行動をとる王妃が歴史的に一定の評価を受けた一方で、その行為が王権の原則や家族秩序を超えるとみなされた瞬間、急速に逸脱として扱われる構造が存在していた。とりわけ彼女がトロワ条約の署名という王位継承の枠組みを自ら変えた行為を通じて制度の本質に触れてしまったことで、最終的に制度の外に排除されたことは注目に値する。関係者たちの評価もまた彼女の死後に大きく揺れる。ブルゴーニュ派の記録には
彼女の外交的手腕と王国の平和を求めた努力が記されているが、アルマニャック派系の記述では王太子を追放した母としての責任が厳しく問われている。シャルル7世自身も即位後は一貫して母を公的場面から排除し、その死に対しても公式な追悼を行わなかった。イザボーの死は政治的に無言のまま処理された。1435年に死去したイザボーの遺骸は3度に大聖堂に葬られたとされるが、その墓所は後に戦乱で荒廃し、17世紀以降に記録が途絶えている。中世後期のフランス王妃でありながら、彼女の墓が歴史の記憶から曖昧にされたことは、評価と記憶の不安定さを象徴している。現代の歴史学はこうした忘却の構造そのものを分析対象とし、イザボーを政治に巻き込まれた制度的被写体として捉え直そうとしている。彼女の行動は王権を支えたものか揺るがしたものか、その問いは制度とジェンダー、そして政治的記憶の相互関係を再検討するための鏡として今なお意義を持ち続けている。第7章、悪女神話の形成と現代史学。イザボー像はなぜ歪められたのか。イザボード・バビエールの死後、その名は長らく歴史の記録において悪女、売国王妃として刻まれてきた。王子シャルルの正当性を否定したトロワ条約の記憶、ブルゴーニュ派との協調、さらにはオルレアン公ルイとの不倫疑惑といった逸話の数々は、彼女の政治的行動と私的領域を結びつけることで、女であるがゆえに国を誤った王妃という神話を形成していく。だが、この悪評は事実に即したものだったのか、それとも政治的プロパガンダとジェンダー規範が交錯する中で作り出された虚構だったのか。ここでは後世におけるイザボー像の形成と再評価の過程を検証する。悪女神話の原型はすでに彼女の生存中から形成されていた。ブルゴーニュ派とアルマニャック派がそれぞれの正当性を主張する中で、王妃の行動はしばしば誇張され、風刺や文書上での抽象に用いられた。とりわけアルマニャック派が流布した言説では、彼女は放埓な生活にふける王妃、敵国イングランドと通じた陰謀者として描かれ、その道徳的堕落が国家の衰退に直結する構図が作り上げられた。この時代に流布された匿名の詩や書簡の多くが、政治的抽象と性別的別紙を組み合わせて王妃を貶めていた。さらに16世紀以降の歴史叙述において、トロワ条約の記憶が宗教戦争や国家主権の論争と結びつき、母が息子を否定したというモチーフは、フランス王党の正当性を象徴的に再確認するための反面教師として利用された。こうした文脈では、イザボーはあくまで制度に逆らった者、女性でありながら政治に踏み込んだ者として糾弾される対象であり、冷静な検証の対象とはなり得なかった。19世紀のロマン主義史学においては、彼女はしばしば運命に翻弄された悲劇の王妃として文学的に脚色される一方で、政治的には依然として否定的に描かれ続けた。特にジュール・ミシュレらの国民史の中では、ジャンヌ・ダルクの対極に位置づけられ、女性でありながら国を救ったジャンヌと国を売ったイザボーという構図が明確に描かれた。しかし20世紀後半以降、社会史、ジェンダー史、政治制度史といった新たな視点からイザボーを捉え直す動きが現れる。特に1980年代以降のフランス中世研究では、王妃の政治的役割を制度の中の例外的行動ではなく、制度的空白を埋める実務的行動として捉え直す試みが進められた。イザボーが政務に関与した時期は、王権の正当性が制度的に担保されない未曾有の状況下であり、彼女の署名、決裁、外交的調整は王国の継続性を支える不可欠な機能だったという視点が提示されるようになる。ジェンダー研究の分野では、彼女への非難が単なる政治的批判を超え、女性であること自体を問題視する構造的偏見に基づいていた点が強調されている。イザボーの評価が陰と母性の否定、浪費といったテーマに集中していたこと自体が、中世から近世の男性中心的秩序における女性の政治参加の限界を示すものとして再解釈されている。現代の研究者たちは、イザボーを王権継承を揺るがした王妃としてではなく、王権を制度的に支えた代行者として捉え直している。彼女の行動は確かに政治的には論争的であったが、それは王位をめぐる制度が不在であるがゆえに発生したものであり、彼女個人の資質というよりは、
王権制度そのものの構造的限界を反映していたというのである。イザボード・バビエールの名はこうして史実と神話の狭間で長く揺れ動いてきた。だがその揺らぎこそが国家、制度、性別、記憶といった多層的な歴史構造を映し出す鏡として現代の我々に問いを投げかけている。今回の動画は以上となります。イザボード・バビエールの生涯は単なる裏切りの王妃というレッテルでは捉えきれない極めて複雑な歴史構造を浮き彫りにします。王の病により発生した制度的空白、派閥間の抗争、外的イングランドの干渉という多重の危機の中で、王妃という本来儀礼的存在に過ぎなかった立場が国家の命脈を担うほどの重責を負わされていったこと、これは制度の不在が個人に過度の負担を課すという中世国家の本質的脆弱性を示す事例でした。トロワ条約に見られるように彼女の行動は確かに王党の一貫性を破る結果をもたらしましたが、それは和平と国家維持を最優先するという現実的判断の産物でもありました。歴史的評価は時代の文脈に応じて変遷してきましたが、ジェンダー規範、国家観、制度理論の観点から彼女を再解釈する試みは、王妃という役割を制度的に見直す契機ともなり得ます。私たちは今、イザボーを裁くのではなく、彼女を通じて国家の制度とは何か、正当性とはどう保障されるのか、政治的責任はどのように記憶され、再解釈されるべきかといった問いを立て直す段階にあります。史実を超えて神話化された存在をどのように再び事実へと引き戻すか、それが歴史を学ぶ私たちに課された知的挑戦と言えるでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録および高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょう。